カーウッド。新たに食料の一大生産拠点を建設せんとキノコ丸で大規模拡張工事を始めた我らがネッツ。城建設に使おうと大量生産した切石が作りすぎだったので植林島の湾口も整備。さあ季節は春城の増築を進めるぞー。ただいまのお城はこんな感じにござ候。冬の間に依頼してた部分も、雪が溶けて完成したのがわかるな。さて城建設再開の前に、旧服飾工場へ山を送ってたラインを撤去して資材にしましょ。投入口だけ撤去して供給を止めたりと、裏では細かい移行作業がされてたぜ。で食料生産拠点の建設再開、まずはお茶の焙煎所を建てるのでそれ用のコンベアーを準備。建物を先に設計するとコンベアー設置できなかった時に地獄。余裕を持って床下スペースを取っているので入り口が3階にある焙煎所も階段いらずの場所まで下げて建設。床下の荷物が二度と使えなそう。蒸気エンジンも完備、蒸気管も床下敷設だ。食品工場っぽくなってきたな。後で配管とかが邪魔で建設できなくなると面倒なので、用途は決めてないけど超巨大倉庫もマシマシ。そうだ、用途の決まってない倉庫は定食を作るための調理済みの食品倉庫にしよう。エレベーターで下に運ぶつもりだった調理済み食品を無理やりコンベアーで運ぼうとしてるのず。調理やパン焼きには燃料も必要なので、ここには燃料用の大型倉庫を建てましょ。でここの投入口から燃料を入れて燃料を送ります。でも工業区でも燃料使うからこの規模の施設動かすなら燃料の増産自体が必要かもな。炭焼きは汚染がすごいからどうしたもんやら。そして色々考えた結果、汚染を多く発生させる燻製所と炭焼き窯をお城の裏側に移転プロジェクトが発足。風向き的にもここならよし。まずは通勤路の確保を考えスライドを作ろうとするも、帰りどうするの問題があり断念。なお社宅は二の丸に建設予定。これはもう軍艦島の X 階段を再現せざるを得ない。完成度高えなおい。でもこれだと燻製所を建てるスペースがない。本末転倒。泣きながら X 階段を諦めた。作ろうとするたびに却下される悲しい存在。そこで発想を転換し、完成した燻製をキノコ丸に搬入することを前提に先にコンベアーを敷設。この近くに燻製所を建てれば色々と都合が良さそうだ。こうして考案されたのがこの燻製出城である。こりゃまた城がでかくなるパターンのやつだ。コンベアーはこうして、配管はこうして、着実に作り込みが進んでおります。そしてここまで作って気づいてしまう。これジャンプしたらキノコ丸まで届いちゃいそうだと。我が城の防衛力が低くなることは看過できん。作り直しだー。謎のこだわり。の頑張ったけど解体じゃー。一向に城建設が始まらねえ。さっさと設計を終わらせろ。そしてずらして再設計したのがこちらになります。これならジャンプで飛び移れないぜ。でも日常で使うための橋が石材でできてるから、有事の際は屈強な拳で石を叩き割る必要があるよ。おい。で燻製で使う材料を格納するための超巨大倉庫をホイットな。大量生産の下地が揃った。施設の場所も決まったので、スカスカの壁を強固な切り石で埋め埋め。今回も安定のアーチを多用した工法。足場の建材も節約できるしほんとアーチ便利。隙間から敵が侵入できては防衛設備として貧弱、ぎっちり切り石で埋めるのだー。建材節約とか言いつつ結局無駄遣いするのがうちのレイムさんだ。さて仕上げにランタンをつけて侵入者が来ても即時発見できるようにするぞ。てかそのくぼみに隠れそう。細けいことはいいんだよ。適当だな。通勤方法は悩んだけど結局スライダーを採用。2の丸から3の丸そしてキノコ丸まで下れる設計。通勤路微妙。ではネズミども、建設を始めろー。こうして冬には2700個もあった切り石が、あっという間に4個にまで減ったのであった。しゃあない建設でも使うだろうからその辺の床ひっぺがすよ。やっててよかった野ざらし貯金。通勤帰りはどうするの問題のためにエレベーターを設置。2機だけで足りるかは怪しい。おらー、キリキリ働けー。規模が大きいからしばらく建設を待つ日々になりそうだ。そんなわけで暇つぶしに植林島の蒸気管の地中化工事を開始。いや地中化っつうかそこもともと海だ。海で掘れないなら先に埋めてしまえばいいじゃない。そんなこと言ってるとそのうち市民に吊るされるぞ。あ、上に家が建ってるから埋め立てできん。とんさ。などと細かい工事をしたら2日で燻製所が完成。でも超巨大倉庫に塔と焙煎所がまだ、ここからが長そうだな。燻製所で使う魚を取るために、城の裏側にも釣り埠頭を建てることにしました。まずは埠頭を建てるための埋め立て工事だ。サザンクロストンネル中央の掘削現場を視察中。
キャンプ地を動かさず、エレベーターで降りて掘る方法を採用するも地味に指示がしづらい微妙現場。そういえばボイラー過剰稼働問題は、暖かくなったら手動でバルブを閉じて止めてます。バルブ閉じれば燃料残っててもボイラーの稼働停止するのな。おっと高級食堂がやっとアンロックされたか。お次は高級茶のレシピよろ。香辛料を追加することで高級茶が作れるぜ。高級食堂のレシピは3種類なのでとりあえず3軒検閲。3種の定食。で各種1軒じゃ足りないと思うのでこちら側にも3軒、6軒あればなんとかなるかな。香辛料加工所はお茶の焙煎所の間にはまったのでここ。これは見事なシンデレラフィット。で一部調理の施設では鍋を使うので生産に必要な家事工房も検閲。ちょっと運ぶには遠い場所。さて建設が終わるまで何してようかな。先に依頼した超巨大倉庫もまだだぜ。おっと密輸業者が来たみたい。二の丸服飾工業の新商品、納品お願いしまーす。キリ石の売却をしなくても金地金30も余裕で交換できる生産力。元露天掘り現場、現横穴坑道の列車を視察中。今度は徴税人が来たぜ。今仕事中だから待たせとけ。ネッツを眺めるお仕事。畑の整備も進めて、この区画は茶葉と胡椒を生産開始。岩石の多い荒れ地も多いが、食品施設が完成するまでにはここも軌道に乗るかな。おっと坑道から送られてくる鉄鉱石で倉庫がいっぱい、ちょっと整理しなきゃ。精錬しなくても補給物資で鉄溢れてるから、鉄鉱石はいらない子。ギリギリまでお待たせしてすみません。お魚と甘をお納めください。などと下手に出ているが、さっきの密貿易でいた金地金は一本も渡してない横領犯であった。お黙り。マックス納税しても鉄の置き場に困るし、費用も足りてるから当分は普通納税でも良さそうだね。こいつガチャ石も普通に移民ガチャで使っておる。匂いに鈍感ゲット。そして新年初日を迎え、旧服飾関連区画の倉庫の在庫が片付いたので、施設の解体じゃあ。資材に戻り新たな建物となるのだ。超巨大倉庫に資材搬入完了。あとはトントンするだけだ。釣り埠頭の埋め立ても進んだ模様。通勤しやすいようにスライダーを設置しましょ。この高さの落下、出勤前に出勤しそうだ。で出勤スライダー前に釣り埠頭と、出入り口の前に投入口、魚を投げ込む動線はバッチリ。このコンベアーには燃料も流すつもり、こんな感じで繋いで魚と一緒に燻製出城まで物資を送る予定。超巨大倉庫の収納力なら、複数種類の物資の格納もいけるかな？この部分敵の侵入経路になりそうなので、適当に埋めときましょ。適当と言いつつやたらと防御力にこだわるのがうちのレイムさんだ。通勤用にエレベーターを検閲。現状でも釣り埠頭3つで9匹働くから帰りは待ちが発生しそう。おっと蒸気エンジン追加忘れてた。そういや今まで釣り埠頭にエンジンは試してないぞ。動くか心配になったので徴税用釣り埠頭に設置したら普通に動いたわ。これ電動リール的なもんでも使ってんのか？リアルでも工場で使うエアードリルとかあるし、蒸気タンクも開発済み、そのうち連射空気銃で武装させましょ。やたらと高い防衛意識。近くに来たのでついでに拡張されたキノコ丸も視察、なおこの部屋はマッシュルームと命名しました。コメント欄での提案に感謝。燻製出城の超巨大倉庫が完成したので魚と燃料をして戦場になって発火したらこんがり魚が焼けそうだ。さすがにそれは黒焦げだよ。へっへ。燃料生産の原料となる丸太の確保のため、整地した場所の岩石の除去開始。ボイラーでも燃料使うし大量生産が目下の課題。特に意味なくお立ち台になってる、このサザンクロストンネル入り口が殺風景に見えてきた件。全力でどうでもいい案件。なんだけどがっつり装飾してみました。また資材の無駄遣いしよって。でこんな感じに作って満足しました。効果、華やかになった。なんかトゲのある言い方をされたので、植林等の蒸気管の整備を開始、これなら実利もあるし。なんだよ私のせいかよ。まあ確かにこれは実利はあるけど絵面が地味だ。ついでに岩石の除去も指示、現状足りてるけどそのうち農場も追加かな？建設予定地は開けておくが建設指示は出さないめんどくさがりや。そうだ湾工工事でがっつり作り込んでたのにやろうとしてたコンベアーの埋め込み忘れてた。切り石線以上使って作ったのに忘れんな。こんな感じに湾工の部分にコンベアーを接続して丸太を集約して運ぶ仕組みです。だが湾工部分はただの飾りだ。この辺りは蒸気の地中化ができたので上のパイプを除去。海中はパイプ埋没できなかったが一部は地中化できたのな。岩石除去のため畑を割り当てたけど小屋管理する担当が足りないね。島民366名でも人手不足。
こんな感じになりそうろー。正直よくわからねえ。まあ細かいところが調整されたってことよ。さてそろそろ燻製用の燃料生産施設の建設に取り掛かるとしますか。予定地は城の裏。もしかしたら本丸からの通勤が近いかなと思い、このスライダーが使えるように道を整備しました。もはや迷路のようになっていて説明も難しい様子。この部分が繋がってます。本丸二の丸どちらからもアクセスしやすくしたいと悩むこと数分、エレベーターを使おうと判断。でエレベーターもサザンクロストンネルまで降りられれば、さらにアクセスが楽になるかと思い天井の拡張工事を開始。うまく機能するかはわからんが面白い試み。ってこら数日経ったのにまだ高級厨房完成してないじゃないか。人手不足。では一部政策を見直し高速建設を採用じゃ。建設速度加速だぜ。密輸業者さんチーっす。今回も該当納品者っす。手慣れた横領で私腹を肥やす。危な、徴税人出発まで残り2秒だったよ。ギリセーフ。通常納税なら生魚アタックだけで達成できるけど、鉄鉱石邪魔だから押し付けてマックス納税にしましょ。精錬した方が鉄の延べ棒としてたくさん使えるが、在庫1000くらいあるし正直いらねえもんな。で補給物資で延べ棒と街灯をゲット。損はしてるが手間はかからなくて楽だな。なお街灯は横流しで私の黄金に変わります。こらこら。移民船を見ててふと思う。これ船内どうなってるのかなと。なんか忙しそうで気になるな。てなわけでフォトモードで無理やり覗いてみました。本邦初公開、移民船内部。船底に水が溜まっててなんかリアルだった。忙しくしてるネズミは沈まないように水を捨ててるのかもしれん。さあ新たに加入した移民よ。学校で講習を受けて農業ギルドに加入するのだ。厨房とかを稼働させる担当を教育。そういえばアプでのアイコンの表示バグ修正、デグレードしてるっぽくて、見割り当ての施設にカーソルを載せないとアイコンが表示されません。そういうのは開発に連絡せい。鈴鉱石の石材捨て場の埋め立ても広がってきたので、埋め立て担当を減らし施設を移動。使われなくなった拠点は次の工事が決まるまでここでその出番を待つ。では早速埋め立てのお仕事をやろう。無駄にお城裏の埋め立て工事を開始。高速建築の政策のおかげか、高級食堂の建設が一気に進みました。激しい雨の中建設作業ご苦労様です。翌日お茶の焙煎所を撤去して新しい焙煎所に移転。茶葉はすでにこちらの倉庫に自動で搬入されてるので効率も問題なし。焙煎所跡地にはネズミ大砲が設置されました。一歩遠くに飛べるようになった。手間取ってた床下の超巨大倉庫も完成。これで次の建設に取り掛かっても平気だぜ。ここを工事するつもりだけどアクセス悪くて難航しそう。だったら復活させようぜ、サザンクロスの地下鉄を。距離こそ短くしたけどこれでも盛り土担当の役には立つかな？やったぜ地下チューチュートレイン復活だぜ。追加の石ゲット&蒸気管の埋没工事のために、農場周りの通路の掘削工事を開始。細かい工事でインフラ強化だ。炭焼きに使う丸太の保管場所の位置を決めたいけど地面が未工事で設置できないので、高さを上げてふと思う。汚染の煙は上に行くので、上で炭焼き窯を稼働した方が汚染は減るのでは？と、間違ってはなさそうだが建設コストがエグそう。てなわけで安定のアーチ工法、この高さで炭焼き窯を配置するぞ。丸太を持って移動するためにスロープと階段を準備。丸太は持ったか。でもなんか薄っぺらい。だせー。考え方は悪くなかったけど見た目がダメだ。っていうかこの階段が邪魔炭焼き窯を建てるスペースが作れないよ。もっと小スペースの方法があるじゃろ。ああエレベーターにすればいいのか。炭焼き窯の建設予定地確保。コンベアーも後で困らないように先にお試し設置。あとは釣り不当のコンベアーにつなげるだけ。これなら問題はなさそうだ。で形も決まったので切り石をねじ込んで装飾。これで壁のペラッペラ感もクリア。ちょっとした防衛施設がまたできそうだ。さて通勤用に直通のスライダーでも作ろうかね。いや待て、ここは通勤用に列車を敷設するべきだ。いやいや急勾配で無理でしょ？いいや頑張ればきっとなんとかなる。私にやらせろ。また危ないの作りそう。とりあえず炭焼き窯の位置だけ先に決めちゃうから、これの邪魔にならないようにしてね。おう任せろ。こうやって限界まで勾配をつければなんとか。いやいや限界勾配でも壁に激突コースだって。根性王。それありなの？どうだ、これなら文句ねえだろ。いえ文句あります。乗車口はこの部分を使ってください。くそ、せっかく繋がったのに面倒な注文つけやがって、いいじゃねえかやってやるぜ。そして完成したのがこの超急カーブ列車である。
これカーブの部分大丈夫？遠心力でネズミが外に飛び出さない？蒸気の加速ですごい速度になるだろうけど多分大丈夫だろ。強い握力で耐えろ。まさかの安全装置ガスで。蒸気管、よーし。おい下側も蒸気管つなぎたいけど見当たらないぞ。ああ蒸気管は埋没工事しようと思ってたけど忘れてたよ。今からやるからしばらく待って。待ちきれねえ、早急に頼むぜ。それではテスト走行、一景スプラッシュマルンテーン。その名前はネズミの国に怒られる。って加速不足で逆走。そんなバカな、私の完璧な計算で作られたスプラッシュマルンテンが。あ、海賊来た。カリブの奴らか。こらこら。しゃあないこのままだとマリサがネズミの国に喧嘩を売りそうなので、見た目を気にせず加速器に蒸気を流すよ。アンガト。いや待てこのパイプ蒸気来てないぞ。私のアンガトを返せ。あやべえ、燻製デジロの蒸気管の敷設ミスってたわ。はよ直せ。てなわけで一度も戦闘で使われることなく、隙間の防壁を改修工事。未来永劫戦闘で使うことなさそう。で奥のコンベア同様に穴を開けてそこからキノコ丸の蒸気と接続。よし、これで加速器が動くぜ。行けー、スプラッシュマルンテーン。お見事な加速。急カーブも乗り越えろー。無事目的地に到達。見た目は危ないけど速度は本物だ。さあ今度は下り。って加速器動いてない？なぜに？ちょっと、マリサが配管したところレールが邪魔で蒸気管設置できないよ。すまんいい感じに直してくれ。少し見た目が歪になるけど配管ずらして無理やり接続成功。それでは再びテスト走行開始。この高速での急カーブ、ネッツたちも思わず下半身スプラッシュだぜ。出勤で出勤、これぞスプラッシュマルンテン。ネズミの国のマウンテンが閉山したとはいえ怒られるからやめなさい。さあ声援。あんた本当に乗る気なの？大丈夫？自分、男を見せるっす。その心意気よし。そして一匹の勇者がこの安全装置すらない見るからに危険なマシンに挑戦した。そしてあっという間にゴール。この男の勇姿を見た他のネズミたちも次々と乗り込み、このアトラクションは人気の交通手段となった。まさかこんなに使ってくれることになるとは。これで炭焼き窯の建設もはかどるぜ。いや遊んでた間に完成してるし。そんなさて通勤手段も確保できたしこの炭焼き防壁をきれいに工事しましょ。スカスカの壁に切り石ねじ込み。生産した燃料はこの投入口を使って、下に流れるコンベアーに流します。無理なくきれいに収まった。ここは火を使う職場だ？そんなの関係ねえ。装飾もりもりだー。炭焼きの熱にも負けない屈強な植物を厳選しました。こんな感じになりそうろー。ちょっと食料生産施設の燃料作るつもりが、なんかどえらい建物になったな。コースターの存在感がやばい。では炭焼き燻製釣りで働く担当のために、二の丸に社宅を建設するぞー。これだけスペースあれば全員分の家が建つかな？一応三の丸服飾工業への通勤もできるように、まずは階段とスライダーを設置。縦長の家を重ねるのでエレベーターをホイットな。一層目は床下の地下なので日当たり悪し。それでは石造りの連続住宅をずらー。はい、丸太の在庫がなくなりました。なんてこった。中途半端に作って設計ミスってたら嫌なので一旦社宅建設は中止です。丸太の在庫が回復するまでお預けだぜ。さあネズミども、キリキリ働けー。こうして植林島で追加の農場の建設が始まり、さらに多くの丸太の納入が命令された。文明は発達しても悪徳領主に搾取されるネッツたちであった。では速度急カーブ名前の、やばい三拍子が揃った危ない出勤コースターが完成したところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。心の励みです。働けど暮らしが一向に楽になりそうにないネッツ、そして服飾工場の売り上げだけで金地金を溜め込むレイム。果たして横領犯の圧政から解放される日は来るのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。